お脆い。主要4惑星は完全に制圧だ。これが目の上のコブだったセルダール連合とはな。愉快愉快よ。笑いが止まらぬわ。の摂政殿ご機嫌だねカルバドゥス。でもここまでは当然の流れ。勝って当たり前なんじゃないかな。いかにも。連合王国は船を動かすことさえできぬのだから赤蚊の手をひねるも同然。むしろここで攻撃を緩めるべきではない。徹底的に叩かなくては安心はできぬ。相変わらず慎重な男だの。用心に越したことはない。ならば軍事施設を片端から潰していくか。それはなおのこと愉快よ。いやおいおい二人とも熱くなりすぎだよ。ひょっとして最初の目的忘れちゃってない？レースはここからが本番なんだよ。僕たち3人のうち誰が最も優れているか、それを示す競い合い。やっと盤面が整ったんだ。ゲーム盤ごと壊しちゃ意味ないでしょ。おお、そうだったな。だがそのレースが始まる以上、もはや摂政殿は摂政ではないということでよろしいか？もちろん。なんせ皇女様はもう捕まっちゃってるし、摂政なんてもう廃業さ。それはいい、気前のいいことだ。うんうん、僕ら三公爵は対等だからね。対等か。公正な勝負とあらば遠慮はせんぞ。共に絶対の存在を目指す候補者としてな。もちろんだよカルバドゥス。将軍よ、それにしてもだ、紋章旗を向こうに渡してしまったのは失策ではないか。よもや皇女ご自身が出撃遊ばされるとはな。だがルクシオールを古風に引きつける役には立った。それで良いではないか。貴公の楽天ぶりには呆れるのを通り越し、もはや感心するほかないんだ。何？紋章旗は理論上我らアームズアライアンスの最強兵器だったのだ。しかるべき形で敵に運用されれば戦力として脅威となるはず。できればでしょ。それは無理だよ。なんせあの機体の適合者は皇女様のみ。しかし肝心の夏目様はあれを満足に操れない。何年かけてもまともに動かせなかったんだ。心配する必要はないね。加えて僕らが手にした力は圧倒的だ。紋章旗一機で戦況がひっくり返りはしないさ。ああ、それは否定せん。ただ我が輩は万全を期すのが好みだ。公爵よ、心配には及ばんぞ。一番手のわしが獲物を仕留めてしまえばそれでおしまいなのだからな。どのみち同じことよ。うわー言っておくが、今さら順番にケチなどつけるなよ、二人とも。その言葉、ご自身の肝に銘じておかれよ。僕は誰が勝ったって構わないと思ってるよ。新たに築かれる世界はきっと素晴らしいものになる。まずはカルバドゥスの勝利を祈ろうじゃない。白々しいことよ。ならば見ておれよ、カジェル公カルバドゥスの戦いぶりよな。うわああ、見てあげるよカルバドゥス。相手の戦力、戦いの癖、全てのデータを僕に提供しておくれ。彼はね、獲物の心理を読み切った子が勝つんだよ。君たちが先を越すことなんてありはしないのさ。
ルダール連合が完全に制圧された、そんなことが。信じられないのは私も同じだ、ナッツミルク艦長。通信状況はどうなってるんですか？アライアンス艦隊が残したか乱物質は消えたわ。でもどこも呼びかけに応答しないの。セルダールもマジークもピコもアジートまでも一切連絡が取れないわ。連合の主要惑星が全部。一応古風政府に問い合わせてみたけど、あちらも混乱してるみたいで。何しろ占領軍が撤退したと思ったらどことも通信できないんですものね。もっとも混乱してるのは私も同じだけど。ココさん、ごめんなさいね、艦長がこんな弱気を見せてはね。でも正直情報が誤りであってくれたらって思うわ。僕も間違いだったらいいなってそう思うんですけど。楽観的な見方は禁物だ。使者を務めた騎士は互いに見習いの頃から知った仲だ。責任感が強く、いい加減な情報を軽々しく口にする人間ではない。連合のどことも連絡が取れない事実から見ても、残念ながら情報は真実だろう。セルダールは陥落したのだ。そうね、最悪の事態を想定してこれからの方針を考えないと。方針というと？二人とも落ち着いて聞いてね。この事態をノイエの内乱と考えるなら UPW はアライアンスと戦わない可能性があるの。どうしてですか？ノイエの問題に口を挟むのは UPW のルールに反してしまうからよ。例えば UPW が自分の言いなりになる政権を立てようと肩入れしたとしたら、それは内政干渉になるでしょ。ノイエの人々から自治権を奪ってしまう。でも侵略行為なんですよ。しかも突然の。たとえやり方に問題があったとしても、クーデターが成立した時点でアライアンスはノイエの指導者になる資格を得たと言えるわ。誰がノイエを支配するか、それは私たちが選んでいいものじゃないの。そんな。それじゃあ僕たちは。ヨセカズヤ、ナッツミルク艦長は正論を言っている。リリーさん、これは UPW が公正であるために曲げられないルールなのだ。分かってくれてありがとう。でも心情的には。それも分かっている艦長だが、あなたは指揮官として判断すべきだ。感謝します。アライアンスがノイエの政権として認めろとそう正式に要求してきたなら、 UPW にできるのはできる限り穏便にこの事態を収拾に導くことだけ。ただしその場合最大限の努力を払うことは約束します。ソルダの陛下や多くの人々が正しい扱いを受けられるようお願いする。待ってくださいよ。話が敗戦処理になってますけど、 UPW が介入する可能性は本当にないんですか？ないわけじゃないわ。え？アライアンス側がこの戦いをノイエだけの問題にしなかった場合、つまり UPW をも敵とみなしてあくまで戦争状態を継続するなら、どうしたって戦わざるを得ない。必然的に介入することになるわね。見込みは低いわな。それに喜ばしいことでもない。それはそうですけど。もう一つ気になるのはクロノゲートが破壊されたという報告ね。これも確かなのかしら。閉ざされたのではなく。彼女の認識ははっきりしていた。おそらく間違いはないだろう。あんな巨大なゲートが本当に。連合軍の動力はなぜか一切働かず、ゲートをも破壊してみせる。未知のテクノロジーが使われた可能性が高いわね。いずれにせよ
いえ、ごめんなさい。とにかく今はアライアンスの出方を待つしかないわ。和也くん、はい。何でしょう。お願いがあるの。こんな大変な時に心苦しいんだけど。いえ、僕にできることなら何だって。あのね、あなたに夏目工女の話し相手になってほしいの。ほう。はい、わかりました。そんなことって僕が工女の相手役をどうしてそんな。セキュリティと揉めてたところに助け舟を出したでしょ。ああ、ええ、彼女がルクシオールに連れてこられた時に。実は彼女、あなたのことをとても気に入ってるみたいなの。和也くんを出さないと聞き取りにも応じないって言い出してて、エンジェル隊のケアだけでも大変な和也くんに頼んでいいものか迷ってたんだけど、今は工女の機嫌を損なうわけにもいかないし。そうですね。彼女はアライアンスの名手なんだ。わかりました。やってみます。いえ、やらせてください。いい答えだな。さすがは和也、私の見込んだ男だ。リリーさんって照れますから。褒めているのだから困ることはあるまい。はい。ありがとう。早速後で面会に行ってみてね。はい。接し方は和也くんに任せます。その方がいいと思うから。でもアライアンスがノイエを制圧したことは今はまだ伏せておいてね。わかりました。それじゃあお願いね。こちらは通信の呼びかけを続けてみます。了解。やっぱりココさん参ってるな。ただでさえ本調子じゃないのに大変なことが立て続けに起こって、このままじゃロゼルがあの話をまた持ち出してくるかもしれないな。とにかく少しでもココさんの頭痛の種を減らさなきゃ。警備ご苦労様です。あ、白波少尉。夏目工女には会えますか？はい、少尉が担当なさる件は連絡を受けております。ただ工事は大変気難しく、先ほども担当官が追い返されたばかりで。とりあえずご機嫌を伺ってみます。取り次いでください。了解しました。少々お待ちください。お会いになるそうです。どうぞ。どうも。アームズ・アライアンスの名手なんだよな。まずは丁寧に挨拶をと。失礼します。工女様におかれましてはご機嫌麗しく。なんというか不幸な行き違いでこんなことになりましたが、そうだ、自己紹介を改めて。僕は和也白波少尉です。ご存知でしたよね。それじゃあルーンエンジェル隊の隊長を任されているんですけど、紋章機と合体するブレイブハート、あれに乗ってるんですけど。うひゃー、不機嫌そうだ。そりゃそうか。捕まって捕虜になってるんだし、目の前にいるのは直接戦った相手だしな。今はいろいろと忘れてですね。遅い。ようやく会いに来ようってどういうつもりじゃ。だってそれはわらわはそちが気に入ったとそう言っておいたであろうが。あの時に。どうしてすぐに来ないのじゃ。待ちくたびれたわ。男児としてのエチケットに欠けておる。無礼千番じゃ。わらわの宮殿では考えられぬことぞ。宮殿ってそうか、王様みたいなものだもんな。
待たされたことなんてほとんどないんだろうな。じゃあここは頭を低くして。大変失礼しました、夏目工場。もっと早くご挨拶に伺うところを。あれ、がっかりじゃの。あーつまらん。まったくつまらん。また何か僕に不手際でも？なんでもないよ。で、そろそろ連絡はないのか？誰からのでしょうか？決まっておろうが、ハチェット校ジュニエブルからじゃ。ハチェット校ジュニエブル？我がいざよい公爵権の補佐役でな。わらわが成人するまでの後見人じゃ。頼りになる男じゃからな。わらわが囚われの身になったと聞けば、すぐに大軍を率いて助けに来るはずじゃ。処置も覚悟しておくがよいぞ。わらわは調整が不完全な紋章機で不覚を取ったが、我が軍は必ず勝利する。極悪非道のセルダール王国と別宇宙からの侵略者ども、いずれも間もなく天罰が下ろうぞ。セルダールが極悪非道？エデンの人たちが侵略者？ちょっと待ってください、皇女様。おかしいですよ。古墳をいきなり占拠したのはアライアンスの方じゃないですか。おお、そうじゃとも。圧政に苦しむ民を解放するためにじゃ。悪行三昧のセルダールを懲らしめ、このノイエ宇宙に理想の世界を作ろうとわらわたちは立ち上がったのじゃ。そんなバカな。セルダール連合王国や UPW が悪でみんなが苦しめられているなんて、そんなこと誰が言ったんです？誰との誰でもない。これは常識じゃ。正義を守る騎士の星とは名ばかりで、王も家臣もただ私腹を肥やすことに夢中。辺境では今も悪しき魔女たちが怪しげな魔法を使って狼藉を働いておるそうじゃな。UPW とやらもそれを諌めるどころか、悪党たちと手を結び利を貪っておるとか。まったくもって呆れ果てた者たちじゃ。わらわが成敗してやらねばなるまいが。めちゃくちゃだ。でたらめですよ、そんなの。セルダール王は立派な方だし、魔法だってもう悪用する人なんかいないし、エデンは僕たちにロストテクノロジーをもたらしてくれた。そしてノイエが自分の足で歩けるように UPW を組織して見守ってくれているんです。それが悪だなんて言いがかりです。やはり連合の民は皆都合よく洗脳されていて、何を言っても信じぬだろうとジュニエブルから注意されておったのじゃ。しかし数やまでもがそうであったとは残念じゃ。この子本当にそう思ってるんだ。セルダールが悪の王国だって。じゃが安心しろ和也よ。わらわがノイエを解放した暁にはそちの身分は保証してやろう。あのブレイブハートとかいうブースターにも興味があるのじゃ。そちの乗るあれと合体すればわらわの紋章機の本当の力を取り戻すやもしれぬ。何よりもわらわはそちを気に入った。かばわれた恩義は忘れておらん。それってみんなが処罰されても僕は多めに見てもらえるってことですか？そうじゃ。大船に乗ったつもりでいるがよいぞ。そうですか。すいません、それはお断りします。何？僕だけ特別扱いなんてごめんです。だいたいあなたは理想の世界を作るんでしょ？だったら気分で罰を決めるのはおかしいじゃないですか。なんたる無礼な言い草じゃ。こんな屈辱は生まれて初めてじゃ。まずい、怒らせちゃった。出ていけ。もうそちのことなど知らん。わらわの行為を無限にしおって嫌いじゃ。
しますから、どうか気を悪くしないで。大体ふえ。どうなさいました白波少尉。いや、なんでも。それじゃあ失礼します。どうしよう、完全に怒らせちゃったぞ。こんなことココさんに報告なんてとても。カズヤ白波のバカ。よし、ダメでもともとだ。次はケーキでも焼いて持って行って、なんとか関係の修復をしてみよう。いや、しなくちゃ。やあ、リコ。少し付き合ってくれませんか？どこに？映像です。映像？そんな場所あったっけ？実は使っていない予備の空き倉庫なんですけど、謹慎にはそういう場所がふさわしいってご自分の権限で映像に。謹慎ってもしかしてカーチューさ？はい、そこにこもられてるんです。中佐の承認をもらわなきゃいけない書類があって。なるほど。そうだ。中佐で思い出したんだけど、リコ、V チップって知ってる？はい、知ってますよ。中佐が船を操作した時、ボソってつぶやいてたんだ。ええ、私にも聞こえました。一体何なの？カズヤさんはバルファスクの特性って知ってます？確か長生きなんだよね。ええ。それと頭で考えただけで機械を操れる。はい、その機械を操る能力に関係があります。つまり受信機のことなんです。脳波の受信機。バルファスクが機械を操れると言っても、どんなものでもというわけにはいきません。機械側にその受信機が必要なんですよ。それが V チップ？そうです。でもそれがこの船に組み込まれているとは思いもしませんでした。中佐子自身も驚いていたようですけど、私もかなりびっくりです。そうか。確かにその気になればこの船はカーチューさんの思いのままだ。バルファスクはエデンの敵だった存在。争いは終わってるとはいえ少し考えにくいかも。きっと上層部なりの意向があるんでしょうね。うん。いけない。中佐のところに行かなくちゃ。おっと、そうだったね。それじゃあ一緒に行くよ。本当ですか？よかった。実は一人で行くの少しだけ不安でした。中佐がバルファスクだから？いえいえ、私個人はバルファスクに対して何も思ってません。そうなんだ。聞きかじっただけだけど、多くの犠牲者が出たんでしょ？ええ。でもだからといってバルファスク全てが悪いとは言えないじゃないですか。うん。きっと分かり合えます。エデンは一緒に歩いていこうと決めました。私もそれがいいと思うんです。そうだよね。バルファスクか。僕も機械が操れるようにならないかな。あれは遺伝子レベルで組み込まれた能力だそうです。私たちには無理だと思いますよ。そうか。残念。ところでさ、なんで一人で行くのが不安だったの？ですね。カーチューさって怒られそうな気がしません？なるほど。単に怖いのか。秘密ですからね。わかったよ。ただもし発作的にあの怪力が出ちゃったら。まずいね。確かにあれは精一杯フォローするから。はい、お願いします。
中佐、失礼します。書類をお届けに上がりました。ご苦労です、桜庭少尉、それに白波少尉。いえ、中佐こそ。状況はお聞きですよね。大体のところは聞きました。しかしにわかには信じがたい。そうでしょうけれど。無論これは受け入れたくない現実を否定するものではありません。ただ今はあまりにも情報が足りない。分析しようにも材料がありません。書類に問題はありません。署名も入れておきました。ありがとうございます。カーチューさ、さっきもリコと話したんですが、僕たちはバルファスクに対して特別な感情は持っていません。それにあの時中佐がとっさにルクシオールをコントロールしてくれなければ、少なからず被害が出ていたでしょう。中佐が謹慎する必要はないと。少尉、私はあるべき規律を乱したのです。ルクシオールはナッツミルク大佐の指揮で動かなければ意味がないのです。でも今はもう非常事態です。中佐にブリッジに戻ってもらった方が。必要とされる時にはもちろん戻ります。ですがそこに至ってもナッツミルク大佐が指揮官としての十分な能力を発揮できない。もしそうなった場合には私は副長の権限で大佐の指揮権剥奪に踏み切るでしょう。あるいはそんな提案もすでに一部ではなされているかもしれませんが、私もなるべくならそれはしたくない。だから今は謹慎を続けます。ナッツミルク大佐にクールダウンの機会を与えなくてはフェアではありませんから。中佐。そうそう、白波少尉、夏目公女の相手役を任されたそうですね。ええ、なんだか気に入られちゃったみたいで。公女の扱いはくれぐれも用心しなさい。間違っても同じレベルで喧嘩したりなどしないように。いいですね。はい。やばい、僕の行動読み切られてるよ。書類は確かに預かりました。二人とも下がってよろしい。はい。和也さん、今の話、指揮権を剥奪するって話なんですけど。うん、そういう意見は出てるんだ。そうですか。それって和也さんは。もちろん反対さ。ルクシオールの艦長はココさんしかいないって思ってる。よかった。だけどもしもこの先アライアンスとの交戦状態が続くとしたら、そしてカーチューサが言うようにココさんの判断力が落ちたままだったら、一時的に中佐が艦長代行を務める方がいいのかもしれない。はい。大丈夫、そんなことにはならないよ。ココさんなら絶対に。そうですよね。これは緊急コールです。ブリッジに急ごう。はい。ココさん、何が。和也くん、静かに聞いていて。聞こえる？ルクシオール？こちらセルダール、お願い届いて。ケルシーとサンタローザ。じゃあこれはセルダールからの。通常は使わない極秘周波数帯からのスクランブル通信ですわ。そこまでは妨害されていなかったらしくて、こちらの調整が済めば通話できるそうです。できました。艦長、どうぞ。こちらルクシオール、艦長のココナッツミルクです。あ、ココだよ、サンタローザ。やったね、ケルシー。そちらの状況を手短に教えてください。何があったんです？もう大変よ、いきなりなの。突然よ、突然。ほんと驚いたわ。びっくりよ、びっくり。もう少し具体的に。艦長、失礼する。
リリー。二人とも陛下はご無事か？ここにいるよ。ちょっと待って、すぐに精神リンクするから。ルクシオールの諸君。陛下。リリーよ、そなたらが無事で何よりだ。陛下も息災のご様子、安心いたしました。さて、この帯域での通信も長くは持たないだろう。急ぎ状況の確認をしたい。艦長を頼む。はっ、ただいま。お話を総合いたします。惑星の制圧はあくまで衛星軌道上から行われているということですね。地上に占領部隊の類は送り込まれてはいないと。そうだ、世を含め誰も直接的な拘束は受けなかった。しかし兵器は一切使用できない。軌道衛星の防衛網も即座に無効化された。以前エデンでの戦いで動力を相殺するという装置はありましたが、それとはまた違う原理のようですね。エデンの技術ではないということだな。そう考えられます。このような技術、アームズ・アライアンスはいかにして手に入れたのか。アブソリュートの技術でもないでしょうし。もしそうであるなら、先のクーデターでベレルが使用したであろうからな。我々が預かり知らぬ未知のテクノロジーということか。いずれにせよ今のセルダールに打つ手はない。連合の他の惑星も同じ状況だろう。アライアンス側から何か要求は？今のところ三公爵の連名で警告が来たのみだ。無駄な抵抗をせず傍観に徹していろとな。三公爵？アライアンスに加盟している3つの惑星、カジェル、パイク、ハチェット、これらの惑星をそれぞれ統治している公爵たちのことです。本来はその一番上に夏目公女がいるということになっているんですけど、傍観者でいるように。それはどういう意味でしょう？わからぬ。だが抵抗しようにもできぬ状況であることは確か。連合王国の長としては口惜しい限りだ。陛下。陛下、いずれアライアンスから何らかの要求が出されるはずです。ルクシオールには夏目公女がいますし、状況はまだ流動的です。ですから世も機関の立場は理解しているつもりだ。必要な局面となった場合、 UPW には調停を願い出ることになるだろう。重ねて感謝いたします、ソルダム陛下。セルダールは本当に負けたのか。僕たちにできることはもう何もないのか。リリーよ。はい、陛下。そなたはもうセルダール近衛隊長ではない。しかし一つ世の頼みを聞いてほしい。もちろんです、陛下。このリリーシーシャーベット、おそばにはべることはできずとも心は常に陛下にお仕えしております。その忠義嬉しく思うぞ。そなたに頼みたいのは夏目公女のことだ。公女？姫君の？その船に公女が乗っているという事実には驚いたが、これは和平の道を切り開く鍵になるやもしれぬ。アライアンスと交渉の可能性があるとすれば、その時公女は強力なカードとなるだろう。そのためにもそなたの腕を見込んで彼女を守ってもらいたいのだ。拝命いたしました。この命に変えても必ず。よろしく頼むぞ、七重のご剣よ。もったいなきお言葉。ではナッツミルク艦長、今後の連合との連絡法について。陛下？陛下？聞こえますか？陛下！通信状況は？強力な電波で割り込みが。あっ！
これは通信が乗っ取られた？こんな帯域で通信する手段があるとはな。少々驚いたわ。初めてお目にかかるな、ルクシオールの諸君。あなたは？わしの名はカルバです。惑星カジェルの統治者、アライアンス3校の一人にして、これよりお前たちに地獄を見せる男よ。私はルクシオールの艦長を務めるココナッツミルク大佐です。あなた方の目的は何ですか？それに地獄を見せるとは。すでに知っているだろうが、我々はセルダール連合王国を制圧した。このまま勝利を宣言するのはたやすい。だがわしらはこの勝利をより完全なものとしたいのよ。誰の目にも明らかにわしらこそがノイエの名士だと示したいのさ。つまりどういうことです？どういうことかって、エデンとノイエのテクノロジーの結晶、ルクシオールとルームエンジェル隊、お前たちを打ち負かしてこの戦いの決着とするのだ。なんですって？なぜそんな必要が？戦争とは不条理なものよ。これはもうわしら3校の間で決定したこと。お前たちが戦いから逃げれば、わしらは連合王国への総攻撃を開始する。抵抗できない相手に？ノイエの民全てを人質に取るつもりか？お前たちに選択肢はないのだ。理解したか？まずはこのわしがお前たちの相手をする。まあ2番手以降は必要ないよな。わしは現在惑星アジート中域。アジートだと？今から座標を置く。指定した期日は戦艦ルクシオールのみでやってくるのだ。無論ルーンエンジェル隊も生き残らずこう。そうでなくては勝利とは認められんからな。そこで正々堂々と雌雄を決しようではないか。わしもアジートが死の星となるのを見たくはないかな。何が正々堂々だ。まるっきり公開処刑じゃねえか。いいか、必ず条件は守る。ルクシオールとエンジェル隊だけで来るのだ。それ以上それ以下も認める。それでは決闘の日を楽しみにしておるぞ。特別に先手はくれてやろう。好きなように仕掛けてくるがよい。待って。通信断絶しました。セルダールとの通信も回復不能。この帯域まで妨害が入った模様です。そう。ココさん、まさかルクシオールが標的になるなんて。エンジェル隊を倒すですって。逃げれば無差別攻撃。でも共にぶつかって勝てる戦力差では、こんな重要な決定、私には。ナッツミルク艦長。カズヤ、ここは。ココさん、ひとまず解散にしましょう。2時間後にもう一度集合ということにして、少し頭を冷やしましょう。わかりました。それじゃあエンジェル隊は後でブリーフィングルームに。了解。ありがとう、和也くん。私もオフィスに戻るわね。はい。それじゃあ後ほど。ルクシオールが狙われる立場になるなんて。これでアライアンスが UPW まで含めて敵対するつもりなのははっきりしたけど、でもこのままじゃ本当にまずいよ。せめてココさんの調子が戻らないことには。とにかく会議の時間が来るまで僕も頭をリフレッシュさせとかなきゃ。
栄養剤でももらいに行こうかな。失礼します。モルデン先生。いらっしゃい、白波くん。ようこそあれ、ナノナノ。解散してすぐにここに来たんだ。なのなのは先生のお手伝いがあるのだ。入院患者がいるのだ。入院患者？入院は大げさですが、騎士の女性ですよ。ああ、セルダールの使者さん。外傷はナノナノさんが治してくれたのですが、何分緊張状態が長かったようで、まだ奥のベッドで眠っておられます。鎮静剤はすでに切れているのですがね。ずいぶん疲れてるみたいなのだ。こういうのはナノマシンでは治せないのだ。そっか。連絡艇は相当被弾していたし、精神的なストレスもすごかったんだね。それはそうと白波くん、あなたも何か不調が？不調ってほどではないですけど、少し気分をすっきりさせたくて栄養剤でもいただければと思ったんですけど。なるほど。大体のことはナノナノさんから聞きました。おそらくは精神から来る疲労感でしょう。栄養剤はあまり効果がありませんね。本来は睡眠をとるのが一番なのですが、そうもいかない情勢でしょうし、精神安定剤を処方しましょうか。大げさじゃないですか？軽くて副作用の心配はないものですが、強くお勧めはしません。そうですね。やっぱりもう少し自力で頑張ってみます。そんなに疲れてるわけでもないですし。そうですか。大丈夫なのだ、和也。こんなところで気弱になってたら使者さんに申し訳ないや。実際ほんの少しリラックスするだけでも、こうした疲れは随分軽減されます。私も可愛らしいナノナノさんが隣にいるおかげでストレス知らずですよ。そんなこと言うと照れるのだ。僕も元気をもらったみたいです。使者さんを起こしちゃいけませんから、これで失礼しますね。はい、いつでもまた来てください。後でなのだ、和也。あれ、アニス。よう和也、お前待ってたんだ。僕を？ああ、ちょっと相談してえことがあるんだ。いいよ。何？和也、お前は正直どうなりそうだと思ってる？どうって？今後のこと？正式な方針はもちろん会議で決まるんだろうがよ、戦うしかねえよな。ルクシオルと俺たちだけで逃げるわけにはいかねえんだしよ。夏目公女との交換に応じるとか、そういうわけにはいかないかな。ああ、俺もそれは考えたんだけどよ、多分あの公女さんにゃ人質の価値はねえと思うぜ。どうして？彼女はアライアンスの名手なんだよ。名前だけだ。リコに聞いたけど、実験は参考尺ってのが握ってるって話だ。本当に公女が大事なら、さっきの通信でもまず公女は無事かとか聞いてくんだろ普通。そういえばカルバルスって男、夏目公女のことは一言も。そっか。そうなると俺たちにカードはもうねえ。だから戦うしかねえと思うぜ。そうだね。結局はどう考えても答えはそれしかないんだよね。戦わなきゃアジートに無差別攻撃が始まるし、それに逃げ場だってないし。だよな。カルバドゥスの言う通り、選択の余地はないんだ。で、どうすんだ？どうするって？どうせ向こうは大軍勢で待ち構えてんだ。決闘なんて言い方しやがったけど、要は弾を込めた鉄砲の筒先に飛び込んでこいってこった。そうだね。なあ和也、お前のブレイブハート調子悪かったのは治ったのか？一応何とかなったみたい。おっしゃ。じゃあ相談なんだけどよ、俺とお前で
裏をかくってのはどうだ。裏？つまりさ、鉄砲の裏側、後ろ側からつっついてやるのさ。奇襲ってこと？でもどうやって？アジート中域にゃ星屑の墓場って呼ばれる小惑星帯があってよ、戦艦並みの大きさの岩が不規則に飛び交ってて、迷い込んだらまず助からねえって言われてるけどな、そこには抜けるルートがあるんだ。猛暑期くらいの大きさでやっとだけど、うまく突破できりゃ敵さんの背後をつける。本当に？ああ、なんせあの辺りは俺の庭みたいなもんさ。そうか、アニスはアジート生まれだもんね。そういうこと。どうだこの話、乗るか？そうだな。でも危険すぎないかな。迷い込んだら助からないって言われてるんでしょ。もし僕たちが遭難したら。たく優柔不断なやつだな。大丈夫だって、俺の腕を信用しろよ。別にアニスの腕を疑ってるわけじゃないけど。いいから考えてもみろよ。奇襲でもしなきゃ土台こっちに勝ち目はねえんだぜ。何もしねえでやられに行って、お前はそれでいいのかよ。うん、確かにこのまま敵の前に行っても殺されに行くようなものだよな。アニスの言う通り、奇襲でもしなくちゃ勝てないかもしれない。分かった。ここは多少危険でも賭けに出るべきかもしれない。すぐにココさんに提案してみるよ。おう、よろしく頼むぜ隊長。カルバドスの指定してきた対決の期日、これに間に合うようにルクシオールはアジートに向けてクロノドライブに入ります。アジート少尉の提案する奇襲作戦を含め、この戦いに臨む最終方針はクロノドライブ中に検討の上、遅くともドライブアウトまでには結論を出す。これでよろしいですね、ナッツミルク大佐。はい、今はとにかくアジート中域への移動を優先します。それまでエンジェル隊の皆さんにはいつものように過ごすよう伝えてください。難しいかもしれませんが。わかりました。できる限り僕もみんなをフォローします。ココさんは作戦立案に専念してください。ええ。では航路再計算の後、クロノドライブに移行します。それから白波少尉。はい。私タピオカーは以後ブリッジでの職務に復帰します。少尉もくれぐれもよろしくお願いします。はい、アニスの言う通り、僕たちは戦って勝つしかない。作戦がどうなるかはココさんの判断次第だけど、みんなのテンションを上げるのは僕の役目だ。やれるだけのことはやっておかなくちゃ。ルクシオールの中で強い方ですか？そう、自己トレーニングだけだと張り合いなくてよ。誰か知らねえ？ランティなんだ和也か。飯でも食いに来たのか？今なら暇だし、なんか作ってやってもいいぞ。作ってやってもって、お前はそれが仕事でしょ？俺は作りたい時に作るんだ。まあ大体作りたいと思ってるんだけどな。そうだな。それじゃあ
スペシャルフルコース。却下。どうしてさっき作ってもいいって言ったじゃないか。作ってもいいとは言ったが、そんなめんどくさいのはお断りだ。エンジェルの誰かが食べたいって言うなら話は別だけどな。僕だってエンジェル隊の一員なんだけど。お前はエンジェル隊には入ってるがエンジェルじゃない。エンジェルってのは可愛い女の子なの。男のエンジェルなんか認めてたまるか。相変わらずだな。それじゃあロゼルは？同じことだ。エンジェル隊の一員だが俺のエンジェルじゃない。まああいつの場合それだけじゃなくてなんか虫がつかないってのもあるけどな。虫がつかない？どうしてさ？だからなんとなくだよ。別に理由があるわけじゃない。お前もだがだいたい俺のエンジェルたちと仲良くしてるってだけで気に食わん。そんなこと言われても僕らは同じチームなんだし仲が良くて当たり前なんだけど。そんなことは承知の上だ。だが許せん。これは理屈ではないのだ。お前たちがエンジェルたちと仲良くしてる間俺はずーっと皿とか洗ってんだぞ。そう俺だってエンジェルたちと仲良くしたいんだ。どう落ち着けランティ。気持ちはわかるよ。お前なんかに俺の気持ちがわかるか。せめて食堂にも専属のウェイトレスがいたらな。メルバがこっちに常駐してくれれば。いや待て、それよりかはいっそ。そうだ中津屋、お前から頼んでくれないか。何？エンジェル隊にだよ。たまにここでバイトしてくれないかって。何言い出すんだよランティ。戦闘とかのない暇な時ちょっとだけでいいんだ。頼む。無茶だよ。第一僕たちは時間がある時は休むことだって仕事なんだ。そこをなんとか。ここでゆっくり休んでていいから。それってバイトですらないし。そうだ、僕用事があったのを思い出したよ。ほら待て、逃げるか。また来るよ。それじゃ待て参った。あいつここんとこかなり追い込まれてないか。何か食べたかったんだけどまた今度にしよう。そういえばリリーさんってステリーネさんと仲がいいんだよな。なんだか意外な組み合わせだけど。ちょっと様子を覗いてみるか。いた。相変わらず忙しそうだな。調子はどうだ？問題ないさ。クロノストリングエンジンも調子がいい。それはよかった。ところで差し入れを持ってきた。食べてみてくれ。いいよ。作業しながらでいいか？構わない。それじゃありがとう、参考になった。それじゃ。ちょっと待って。なんだ？これはシャーベットが作ったのか？そうだ。そうか。惜しいな。何が足りないと思う？ちゃんとはわからないけど甘さが足りないのかな。やはりそうか。私もそこで迷っていた。ちょうどいい専門家がいるじゃないか。あいつに聞いてみたら。あいつ歌詞だけはうまいから。なるほど、それはいい考えだ。そうしよう。邪魔したな。差し入れありがとう。次も楽しみにしてる。それではまた。
この淡白なテンポが友情の秘訣なのかな。頼もう頼アニス、何やってるの？もうお、和也か。いやメルバはいねえかと思ってさ。メルバさん？そんな大声出して何の用？メルバがなんとかって格闘術の免許改伝だって噂を聞いたんだ。本当なら手合わせしてみてえと思ってさ。もう道場破りじゃあるまいし。強いかどうかは実際にやってみれば一発でわかるからな。私はいいですけど、怪我をしても知りませんよ。あ、メルバさん。怪我だって？望むところだぜ。仕方がありませんね。それでは少しだけ。おいおい、自分で言っといてなんだけど、ここでやんのか？はい。何か不都合でも終わりですか？だってよ、周りに客とかいるし、ひっくり返したりしたらヤバくねえのか？そうだよ。店の中で暴れたりしたら。お気遣い恐れ入ります。でもご心配は無用です。ほんの一瞬で片付きますから。紅茶をこぼすこともありません。なーに？言ってくれるじゃねえか。よっしゃ、そっちこそどうなったって知らねえぜ。では特別にお見せしましょう。本格闘術奥義本来牛風盤。まさかあの一撃を受け止めるなんて。この勝負メルバさんの勝ちだね。おい、ちょっと待て。今のは滑って転んだだけじゃねえか。ええ、私も今ので勝ったとは思っていません。我が奥義を初見で受けられるとは。アニスさん、あなたを侮っていました。まだ勝負は終わっちゃいねえ。今度はこっちから行くぜ。いえ、後日改めて勝負いたしましょう。これ以上ここで戦うと大変なことに。言っただろ、どうなったって知らねえってよ。やめてください。また後日。問答無用。アニスやめ。おりゃー！大輝！大輝！静かになった。どっちが勝ったのかな。そこの椅子2脚に花瓶が4つ、それからテーブルクロスも。すんません、ほんとすんません。謝ってもダメです。だから大変なことになるって言ったじゃないですか。合計18万ギャラ、しっかり弁償してくださいね。こりゃメルバさんの勝ちだな。クロノドライブが終わったら、そこはもうアジートの中域内。ココさんはどのような決断をされるんでしょう。さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。うん、休める時に休んでおかなくちゃね。
ドライブアウト正常に完了しました。現在位置はアジート中域辺縁部。センサーに人工物の反応はありません。カルバドスの指定座標まではまだかなりあるとはいえ、監視がゼロとはあくまでも指定した場所でのみ構えているということか。ドライブアウトしちゃったけど、結局まだ方針は固まってない。もうココさんに艦長を降りてもらうしかないのか。でもそんなことしたらエンジェル隊のテンションも絶対に下がっちゃう。ただでさえ勝ち残れる可能性は低いのに。ココさん、ダメだわ。何も決められない。私カルバドスとの戦いを拒めば人質になっている人たちが攻撃される。でもこのまま戦ってもエンジェル隊やクルーが犠牲に。私には選べない。ダメだわ。私本当にダメ。うまくやってるつもりになってただけ。代行の立場で気楽に。だから正式に艦長に任命された途端ボロが出てこんなことに。私には覚悟がない。船のみんなを、エンジェル隊のみんなを、全てを背負う覚悟が。やめよう。私がこのまま艦長に居座っていたらきっと犠牲者が出る。大好きなみんなにも取り返しのつかないことが。カーチューさんに任せよう。彼なら私よりうまくやれるはず。もしかしたらタクトさんもそのつもりで中佐を派遣したのかも。タクトさん。この箱。はい、これ昇進祝いね。兼艦長就任祝い。ありがとうございます。何ですかこれ。ダメ。今開けちゃダメだよ。その時が来るまでは。その時ですか？そう、ココならわかる。その時がね。はあ。その時って今のような気がする。これは何の機械かしら。この上の部分はホログラフスナップ用の投影機だわ。裏に何か書いてある。生ものですのでご開封後はお早めにお召し上がりください。タクトさんの字だわ。なんだかよくわからないけど、とにかくタクトさんのホログラフ。これだけ？やあ、ココ。びっくりした。もうタクトさんたらこの下の部分はボイスレコーダーだったのね。違うよ。さあ時間がないよ。一体どうしたんだい？一体どういうこと？何これ、通信機？いいえ、今アブソリュートと連絡なんてできるはずは。ココ、このホログラフ投影機の下の機械はね、俺のニューロンマトリクスを電子的にコピーしたメモリが入ってるんだ。ノアが片手間に行っている AI 研究の成果さ。でも実験段階だからね。マトリクス定着後に一度でも通電するとすぐに劣化が始まってしまうんだ。だからあまり長くは相手ができないんだよ。そんなわけで、ほら早く。まずは落ち着いて。はい、深呼吸。はい。どう？落ち着いた？いえ、はい。それじゃあ話してごらん。その声の様子だと
きっと何か悩んでるんでしょ。やだ、そんな急に無理だわ。艦長なんて自分には務まらない。そんな風に考えてるんでしょう。きっとそうだ。何でもお見通しなんですね。さすがです。大丈夫かい？マイヤーズ長官。私、艦長なんて無理です。とても長官のようには。最初はなんとかなっていたんですけど、どんどんうまくいかなくなって、特に正式に艦長に任命されてからはもう失敗の連続です。マイヤーズ長官の色に染め上げられたこの船がどんどん違う色になっていくみたいで、私艦長の席をカーチューさんに。ココ。はい。ちょっと髪をほどいてくれるかな。髪ですか？どうして？いいからほどいてごらん。ほら早く。はい。いいね。髪をほどいたココも綺麗だよ。見えないけど。からかわないでください。からかってなんかいないよ。本当に綺麗なはずだ。長い付き合いだからね、リアルに想像できる。もう。ココ。何ですか？今君が髪から外したリボン。これですか？それは俺だ。はい。そして君の髪はルクシオールさ。リボンをほどいた髪は形が変わる。俺というリボン、それがほどかれたルクシオールは形が変わって当然なんだよ。俺の色をとどめる必要はないんだ。これからその船は別の色に染まる。ココナッツミルクという色にね。ブリッジよりナッツミルク大佐。はい、こちらナッツミルク。大佐、そろそろブリッジへお願いします。了解、すぐに行きます。さあココ。マイヤーズ長官。大丈夫、君にならできる。推薦した俺を信じてくれ。はい。うん。お、どうやらちょうど限界が来たみたいだ。マイヤーズ長官。ははは、大丈夫大丈夫。これはコピーなんだから。でも本物の俺によろしくね。はい。ココ、頑張れよ。長官。なお、このメッセージは自動的に消滅する。なんちゃあタクトさんならどうするかじゃなくて、私ならどうするか。みんなには随分心配をかけちゃったわね。ごめんなさい。でももう大丈夫。今までを取り返すつもりで全力でルクシオール艦長の使命を果たすわ。必ずベストの道を探し出す。だからみんな私についてきて。ココさん、前よりもなんだかすごい。人格が入れ替わったみたいですわ。本当だ。これは
ひょっとしてストレスに耐えきれずに暴走開始？そうでしょうか。私は親近感を覚えますけど。でもなんか不安だな。私には状況を打ち破ってくれそうな感じに見えますわ。状況を打ち破るか。よかった、ほっとしました。ああ、久々の OK だ。入国なのだ。頼もしいのだ。僕の考えすぎだったのか。これだ。こうでなくては。素晴らしい。私はこれを待っていた。これぞ艦長、これぞ待ち望んでいたシチュエーション。カーチューさん。失礼しました。少々取り乱しました。それから艦長、私のことはタピオと呼んでいただいて結構です。分かったわ、カーチューさん。いや、ですからタピオと。んで覚悟は決まったってことだよな。ルクシオールはもちろん戦って勝つわ。希望のない戦いなんて私はしません。言い切った。頼りにしてるぜ艦長。そのためにはやはりアニスさんの提案する奇襲作戦が不可欠ね。そこは当てにするけどいいかしら。任しといてくれよなあ、和也。頑張ります。なんだよ歯切れ悪いな。だってこの作戦はアニス任せだし、僕は合体してついていくだけで。艦長、僕もホーリーブラッドで奇襲チームに参加させてください。ロゼルが？おいおい、慣れてる俺でも結構厳しいルートを飛ぶんだぜ。もししくじったっておもりはできねえぞ。その心配はいらないよ。へえ、自信家だなお前。その鼻っ柱折れなきゃいいけどな。ああ、お互いにね。艦長、ブレイブハートはまだ不調から回復したばかり。万が一の事態に備え、奇襲する側にももう一機くらいの戦力は必要かと思います。そうね、もっともな意見だわ。ブレイブハートと合体したレリックレイラ、それにホーリーブラッドの突破力、2つを合わせれば奇襲作戦の成功率はぐんと跳ね上がる。そうね、カーチューさん。はい。問題は小惑星帯を抜ける技量ですが、マテウス少尉ならばたやすいことかと。お墨付きかよ。決まりね。和也くん、アニスさん、ロゼルくんの3人で別動隊を編成してもらいます。あなたたちはすぐに出撃になるからルートの確認をよろしくね。奇襲のタイミングはこちらで固め次第紋章機のコンソールに送っておくわ。了解しました。すぐに準備します。ま、しょうがねえか。ロゼル、足引っ張らねえでくれよな。もちろんさ。逆に君が助けてほしいときは遠慮なくどうぞ。2人ともそんなに意地を張らないで。作戦の成否がかかってるんだから。分かってるさ。僕は成功させるために同行するんだ。へいへい、自信満々なこって。アニスってば。あったよ。んじゃあとっととルート確認して出発と行こうぜ。ココさんが大丈夫になったと思ったら、こっちに火種が。うまくまとめていかないと。責任重大だな。危な。うわーだよ、情けねえな。全然ぶつかりそうじゃねえだろ。この辺りはまだアステロイドの密度は低い方なんだぜ。だったらもう少しおとなしめに飛ぼうよ。胃がひっくり返りそう。そっか、悪い懐かしくってよ、ついはしゃいじまったぜ。それにしてもロゼルのやつ
簡単についてきやがるな。なかなかやるじゃねえか、初めてここを飛ぶってのに。アニスはずっとアジート育ちだったの？ああ、そうだな。親父がこの辺りに一家を構えてたからな。一家？ああ、トレジャーハンターのアジート一家。使うね、一家って。どちらかというとマフィアとかギャングとかそんな印象が。全然ちげえよ。ああ、でもまあ似てるとこもあっかもな。お宝探しの大物になると人手がいるからよ。親父を頭にハンターが集まってきて、いつの間にかでかい寄り合い所帯になったんだ。だから中には相当柄の悪いやつもいたな。へえ。でもよ、本当はみんな気のいい連中ばっかだったぜ。親父とおふくろを慕っててさ。へえ。なんだよ、にやつきやがって。アニスもそんな顔するんだなって思ってさ。あ、なんだと？やっぱおとなしい掃除はやめだ。ブンブン振り回してやる。やめ、お願い。ギャー！あよ、レリックレイダー。あまりふざけた操縦はよせ。僕たちの任務は重大なんだぞ。いちいちうっせえな。重大なのは知ってるっての。ただ俺はこうやってテンション上げねえと調子が出ねえんだよ。それともついてくる自信がなくなったか？アニス、喧嘩は。こっちは7割程度で流してるよ。先に行かせてもらいたいくらいだね。わざわまでやめだぞー。ここで挑発くれるとは上等だ。ほらついてこれるか。おりゃー甘えて。まだまだ。うわ、これについてくんのかよ。くっそー、いい腕じゃねえかロゼル。君こそ地の利があるとはいえ、その速度域を使いこなすなんて称賛するよ。へへ、楽しくなってきたんじゃねえの。まあ少しはね。この二人負けず嫌いで意地っ張りなところが似てる。気が合わないわけじゃないんだ。よかった。でも僕は限界。よし、次は霧まみれ。何？ぶつかった？いや、そうじゃねえ。機体が引っ張られる。これは強力なトラクタービームだ。まさかこれってアライアンスの罠かよ。やべえ。そんな奇襲に失敗したらルクシオールのみんなは。あの小惑星へ引っ張られているようだ。あれは岩の中に基地？ここはアニス、ロゼル。カズヤかよ。うっせえな。なんだよこりゃ。なんで俺縛られてんだ。つうかお前ら二人とも。見たところ小惑星帯に建設された海賊か何かの基地らしいな。どうやら僕たちはそいつらの仕掛けていたトラクタービームの網に引っかかったんだ。でまんまと眠らされて踏んじまられたってわけか。ちっきしょー。お、なんだもう目覚めたのか。大して効かねえなこのガス。早いとこ縛っといてよかったぜ。てめえ何の真似だ。とっとと縄を解け。さもないと。威勢のいい小娘だな。ダメダメ、解いた途端に襲いかかってくるだろ。当たり前だ。ギタギタにしてやる。ああ、早く解け。落ち着いてアニス。ちょっとすいません。なんだい兄ちゃん。
僕たち先を急がないといけないんですよ。ノイエの未来がかかってるんです。おお、ノイエの未来。ああ、そいつは大変だ。で、解放しろって？はい、なんとかご理解いただけます？いただけないね。おいらたちだって未来がかかってんのよ。景気が悪くってね。トラクタービームは本当は星屑の墓場でナンパした船の残骸拾うためのものでさ。で、そのスクラップを売った上がりでようやくおまんまにありつけるってわけよ。兄ちゃんたちは久々の獲物なんだよね。人間はともかく戦闘機はさ、それ売っ払って幸せになりてえわけよ。わかるだろ？悪いんだけど諦めてくれな。こんなバカ、ふざけんじゃねえ。幸せもへったくれもねえんだよ。俺たちが行かなくちゃ。無駄だ。こいつらにそんな理屈は通じない。そうそう、そっちの兄ちゃん分かってるね。騒ぐだけ体力の無駄なんだってば。いや、そうでもないんだぜ。注意をそらすって意味ではよ。え？あ、ナガ！マギャー！へっ、雑魚が。どうやってロープを？ヒヒヒ。ナイフってのは見つかる用と見つからねえ用の2本持つのが基本なのさ。さすがアニス、抜け目ないね。参ったな、負けたよ。でもここで勝ち負け言ってる場合じゃねえ。紋章機を奪い返してとっとと逃げ出そう。了解。あった、紋章機だ。あっ、くそ、すげえ念入りにワイヤーで固定してやがる。この獲物がよっぽど気に入ったらしいな。ナイフじゃ切れねえ。切断する工具がどこかに。あっ、どうした？ごめん、なんでもない。ちょっと小麦粉の袋につまずいただけ。ずいぶん大量にあるな。これもナンパ船からの回収品か。んなことより工具だ、工具。早く探せ。あー、いやがった。こら、待ちやがれ。もう息吹き返しやがったか。手加減しすぎたな。まずい、銃持ってるよ。くしょう、こうならやけだ。このナイフで。待て、そのナイフをこっちによこすんだ。あ？僕に考えがある。早く。おめえらさっきよくさあ観念しやがれ。何がおかしいんだ。今度は注意はそらされねえぞ。同じ手を2度は使わないさ。ナイフはこうやって。カズヤ、アリス、この小麦粉をまき散らせ。了解。なんだか知らねえが、うわりゃー。よいしょー。なんの真似だ。散らかしやがって。目つぶしなんか聞かねえぞ。そんなんじゃないさ。粉塵爆発という言葉を知っているか？粉塵爆発？あ、空中に粉がたくさん舞ってる時は火花が飛ぶだけでも爆発するっていう。なに？さすがはトレジャーハンター、よく知ってるな。そういうわけだ。お前が引き金を引けばそのまま全員爆発に巻き込まれる。なるほどね。さすがエリート様、発想が科学だぜ。ふざけやがって。粉が落ち着いたらてめえら皆殺しにしてやる。その前にお前を抑え込むさ。こっちは3人、お前は1人。部はこっちにある。よせ、来るな。来たら撃つぞ。爆発するぞ。僕たちは任務に間に合わなければ死ぬ覚悟だ。そうだな、カズヤ。ああ、そうさ。道連れになりたいなら撃てばいい。よーしよしよし、素直が一番だぜ。いい感じだ。
このまま銃を奪えば。何やってんだてめえは。お頭、いつお戻りで。今しがたよ。何の騒ぎだこりゃ。くっそ話しやがれこのバカ力が。口の悪い娘だな。昔を思い出すぜ。このアニスを離せ。アニス。和也大丈夫か。おいこのデカブツよくも。この威勢の良さ、青い髪飾り。あんたもしかしてアニス王女か。グロッグの頭、もしかしてお知り合いで。グロック。はてめえグロックか。飯だけは人の3倍食ってたデクノボーのグロックじゃねえか。王女。本当にアジート一家のアニス王女だ。すっかり大きくなって。てめえも相変わらずでけえな。でまさかここの海賊の頭ってのはてめえか。一家解散すっときに立派なトレジャーハンターになるっつったよな。ギク。ちょっと話を聞かせてくれよな。いや王女、これにはいろいろと訳が。アリス、その頭目が君の知り合いなら話は早い。積もる話もあるだろうが、今は一刻も早く惑星アジートへ向かおう。これ以上の時間のロスは危険だ。そうだね、ここで結構足止めを食ってる。急がないと。おうそうだわ。そんなわけでよグロック、今日のところは見逃しといてやる。俺たちはすぐにこの小惑星帯を抜けてアジート中域に行かなきゃならねえ。仲間が俺たちを待ってんだ。すぐに紋章機のワイヤーを外してくれ。王女、そいつはできねえ。あ、なんだって。このまま行かせるわけにはいかねえ。そう言ったんですよ。グロック、お前まさかこいつもアライアンスに。そんな。それじゃあ僕たちはルクシオールは。将軍様、報告します。戦艦ルクシオールを偵察隊が確認しました。巡航速度の範囲内で当中域に向かっております。来たか。そうだ、貴様らはわしに従うほかないのよ。逃げたところでクロノゲートは機能不全。の家中どこを逃げ回っても希望などないのだ。小惑星帯に配置した遊撃部隊から報告はないか。は、現在まで突破を試みる機体は皆無とのことです。背面からの奇襲もあり得るかと思ったが、無駄なあがきはせんということだな。潔くわしに撃たれる道を選んだというわけだ。がーはっ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 は。いいだろう。ならば全軍で叩き潰すのみよ。無人艦隊を当艦の前方に移動させろ。ルクシオールに全ての攻撃を集中させる。はっ。いよいよ近づいてきた。わしが全ての頂点に立つ瞬間が、神と崇められる日が。ルクシオール、そしてルーンエンジェル太陽、そのための尊き犠牲となるがよい。カルバドゥス艦隊スキャン結果が出ました。機関を除き全てが無人艦です。そう、それなら遠慮なく叩き潰せるわね。しかし凄まじい数です。勝つつもりで来たのよ。もう少し強気で行きなさい、カーチューさん。失礼しました。叩き潰しがいのある数に訂正します。よろしい。エンジェル隊、聞こえたかしら。聞こえてるわよ、艦長さん。見違えるように前向きで話が合いそう。無人艦隊か。ならばやりやすい。 OK だ。手加減しないのだ。とことん暴れてやるのだ。
私も思い切りやっちゃいます。やる気が伝わってきて頼もしいわ。その時が来るまで闘志を高めていてね。彼女たちが存分に暴れられるところまで無事に運ぶのが私たちの仕事よ。心得ています。ルクシオールは無人艦隊を引きずり回しながら奇襲作戦開始時刻に敵機関へと転進します。その時はスピードが命よ。シールド出力を削ってでも最大戦速で突っ込んで。了解しました。しかしもしここで奇襲部隊が間に合わなかったとしたら、ルクシオールは的にしてくれと言わんばかりの無防備を晒すことになりますね。和也君たちは必ずやってくれるわ。そう信じて進んで。迷ってはダメよ。はい。砲撃来ます。いいわ。予定通り無人艦隊がこちらに引きずられてる。シールドも長くは持ちませんよ。それに戦速が落ちたら一瞬で囲まれて蜂の巣にされます。そうね。だからそうならないようにエンジンのコントロールをお願い。あなたならできるわよね。やりますとも。もう少し。あとちょっとで予定時刻よ。みんな頑張って。チョコマカとよく逃げ回りよって。だが艦隊は包囲を狭めつつある。じきに罪になるぞルクシオ。万に一つもお前たちに勝機はない。あ、ルクシオールが向きを変えました。当艦に向かって突進中。ついに耐えられなくなって特攻を始めたか。終わりだ。全訪問ルクシオールに向けい。チャージが終わり次第発射だ。了解。ふんふんふん。さらばだルクシオール。チャージ完了まで5秒。4、3、2、1。何？一体何事だ。これは当艦の背後に文字機2機が出現。バカな。伏兵はいないはずでは。ルクシオールに捕捉されました。紋章機が発進しています。こんなことが。無人艦隊と距離が離れすぎです。当艦を護衛できる船はわずかしかありません。おのれおのれ。やってくれたわね。和也君、アニスさん、ロゼル君。はい。でも際どいところでしたよココさん。カルバドゥスは小惑星隊にも待ち伏せ部隊を用意していたんです。でもアニスと縁のある海賊が機体をアステロイドに偽装してくれました。おかげで僕たちは気づかれないうちに待ち伏せを突破し、敵機関にここまで近づくことができたんです。そういう偶然まで含めてあなたたちを信じていたわ。さあここからが仕上げよ。エンジェル隊、戦闘中域の情報を紋章機のコンソールに回します。これがミッションエリアのスキャン結果よ。敵の無人艦隊はかなりの数を引き離すことができたわ。カルバドスの旗艦を守る無人艦はこれだけ。旗艦さえ叩けば無人艦はコントロールを失って無力化できるでしょう。よってミッション目標はカルバドス艦の撃退となります。みんな頼んだわよ。了解。今がチャンスです。早めに決着をつけましょう。ああ、
長引くと無人艦隊が合流し始めるかもしれない。了解。カルバデスの機関を集中攻撃するわよ。勝手なのだ。カーチューさ、ルクシオールの位置取りにも気をつけて。心得ました、艦長。アリス、君との勝負はお預けだな。まずはこいつらを倒すことが先決。よし、うまく当たった。受けたのだ。よーしなのだ。当たったわ。当たったみたいだね。一つやっつけたぜ。やっぱ俺強えな。オラオラ、着弾を確認。ここは俺様の庭だぜ。関係ないやつは出ていきな。イーグルゲイザーこんな遅い球にはい、着弾したわ。よーしなのだ。よし、当たったわ。鉄艦大破、次行くぜ。了解。さて、次はドイツかな。当たりね。はい。敵にダメージを与えました。はいよ。イーグルゲイザー攻撃を開始。これは回避不能です。何かに捕まってください。回避に失敗。痛かったけどまだやられちゃうみたいな。もっと畳みかけろ。衝撃に備えよ。倒した。ジェノサイド。聞いたわ。損傷箇所を調べて。いいぞどんどん当てろ。命中したみたいね。目標目沈黙。標沈黙。いい眺めだわ。おい、修理に帰る余裕。今のよく避けたわ。この調子でいくわよ。敵を破壊しました。ダメージが蓄積しておるだと。成功。親分のピッツァ、修理にしてくれ。敵にダメージを与えた。次で決めよう。了解。そこだそこだ。ガンガン目標を倒しました。すぐにここから脱出しましょう。さて、もう一暴れしてくるか。了解。そうだ、もっと畳みかけろ。早くてなかなか当たらない。ダイバー。この足が終わったわけではないぞ。お前たちは運が良かっただけだ。カルバドス艦撤退していきます。無人艦隊は全艦が機能を停止しました。ええ、今惑星アジートとの通信も回復したわ。みんなご苦労様。私たちの勝利よ。はい、これよりリューエンジェル隊帰還します。やったな、カズヤ。それにロゼルもよ。ああ、二人ともお疲れ様。いやー、グロッグさんにもお礼しなくちゃね。ま、そうだな。本当はじっくり問い詰めてやりてえとこだけど、どうにも金がなくて仕方なく違法な密輸船団とかだけを標的にしてたみてえだから、小言は堪忍してやるかな。アニスだって海賊やってたもんね。なんだって、そうだったのか。違うって、ありゃルクショールにだけだ。その、どうにも金がなくなって仕方なく。違わない気がするんだが。だけどそれがあったから。うん、それがあったからこそ今アニスはここにいるんだよね。そうそう、そういうこった。ではそういうことにしておこう。それじゃあ僕はブリッジに報告に行ってくるよ。ああ。カズヤ、また後でな。失礼します。白波戻りました。条件は以上だ。惑星ピコでキコーラの到着を待つ。
今のはパイク公ベネディクタイン、一息入れる暇もないタイミングで次の戦いを指定する通信を入れてきたわ。これは直感だけどかなり嫌な男ね。ひどく神経質そうな話し方だったわ。やっぱりピコの人々を人質に？ええ。ただアジートでの補給については特に制限されなかったわ。ただしまたルクシオールとエンジェル隊だけで来ることと。夏目工女について何か言ってましたか？いいえ、何も。そうですか。今回は指定された期日まで若干の猶予があるわ。和也くんも今は休んでいてね。はい。もう次の戦いが始まるのか。パイク公ベネディクタイン、一体ルクシオールを倒して何の得があるっていうんだ。いいかい2人とも。ここからはクロノストリングエンジンを切る。僕の功績をトレースしてしっかりとついてくるんだ。いやー、これは楽ちんなのだ。すごい。完成飛行だけで飛ぶなんて並大抵の腕じゃないよ。ロゼル、君は天才だ。天才？違うな。天才なら習得にあんな何年もかからない。ロゼルはずっとパイロットの訓練をしてきたのだ。ああ、彼女を空に連れて行く。それが夢だったからね。でも僕は遅すぎた。ロゼル？僕は彼女との約束を果たせなかった。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵第5章狡猾なる公爵。つまらない話をしたね。さあ先を急ごう。